こんにちは、ウォリです。今回は次男坊の誕生日に赤ちゃん寿司を作りました。食べること大好きな次男坊に握り寿司3種、軍艦2種、巻き寿司1種類作りました。ぜひ最後まで見ていってください。まずはネタ作り。かぼちゃと人参を四角く切っていきます。今回とにかくおにぎりが好きな次男坊くんの誕生日ということでお寿司作らせていただきました。茹でた後で微調整するので少し大きめに切りました。次にサーモン切っていきます。こちらも大きめに切りました。あまりは誕生日会用に大人のおかずになりました。野菜茹でていきます。次男坊半年前に誕生日で今回ふと誕生日の日に撮った動画見たらめちゃ癒されました。その中でも旦那のお父さんが誕生日プレゼントとしてリュックと選び取りカード、一生餅をくださり、その2つを行った話をさせてください。まずは選び取りカード。今回、食べ物、世界、知能、スポーツ、数字、医療、アーティスト、お金の8種類のカードで行いました。長男くんが1歳の誕生日の時はお金のカードを取っており、将来社長かなとか話していました。そして次男坊は一目散に縮められたカードのところに向かい、最初に取ったのはアーティストのカード。次はサーモン茹でます。将来歌の仕事つくのかなみたいな感じでみんなデレデレしながら見ていました。一生餅は1歳の頃の長男くん、少し遠くにいたパパのところまでニコニコで歩いていったらずっこけて泣いていました。ツナは塩抜きします。次男坊はまだ腰グラグラなので号泣かもと思いながらいざ背負ってみると支えてもらいながら屈伸運動をし始めました。しかし支えがなくなった瞬間、パパの膝の上に寝転がりくつろぎ始めました。とにかく可愛かった誕生日会になりました。トウモロコシとシラスはストックしてあったのでレンジでチンします。次男坊8月生まれなのでこの頃トウモロコシ茹でて包丁でそぎ取るのが気持ちよくてよく湯がいていました。今ないので恋しいです。ここまで準備できたらお寿司握ります。ご飯を一口サイズにラップでくるくるっと握っていきます。次男坊が1歳になるまでの1年間を振り返ってみると、赤ちゃんの子育ての大変さよりも一人で2人を見ることがキャパオーバーでよく泣いていました。夕方、旦那のお母さん、または私のお父さんが来てくれて、お風呂や晩ご飯の時助けてもらってるから、日中ぐらいは頑張らないと思っていたのですが、平日義理の実家に昼間頼ることが多くなり、みんなに迷惑をかけてダメだなって思っていました。かぼちゃ、人参、サーモンをハサミで形を整え、ご飯の上に乗せます。そんな中、次男坊が生後11ヶ月の頃、初めて乳腺になり、母乳外来に行った時に看護師さんに、いつも両実家にいろいろ頼ってるんですよねって話したら、その方がそうやって人に頼れる力って今の時代の人はない人が多いから、ウォリさんは頼れてすごいことなんだよっておっしゃってくださいました。もちろんみんな孫のことが好きでいろいろやってくれてることは分かっているのですが、自分が母親だから頑張んないとって思ってしまっていて、その言葉を聞いたとき、頼ることは悪いことじゃないんだなって思うことができました。それからは無理だと思ったことは頼る、できることはやるっていう気持ちになり、今までよりメリハリがついて前より子供に優しくできるようになった気がします。軍艦用に海苔を巻いていきます。全体的に小さく細かい作業が多く作るのが大変だったのですが、特に軍艦海苔巻くの苦手な作業でした。中にトウモロコシ、シラスを入れます。コーンマヨみたいなイメージで作ったのですが、豆腐とか入れた方がぽかったかなと思ったのですが、見た目より次男坊が美味しく食べることを優先しました。最後はツナの海苔巻き作ります。海苔にご飯とツナを乗せて巻いていきます。久しぶりの海苔巻き作り&小さいということでどうやって作るっけって内心パニックになりながら作りました。海苔の最後までご飯乗せたら負けませんよね。ロールケーキも生クリーム最後までつけたらはみ出るのと一緒ですよね。海
海苔もう1枚巻いてごまかします。海苔巻き食べやすい大きさにカット。ツナの海苔巻きお皿に乗せたら、1歳の誕生日に赤ちゃん寿司完成です。